こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。さあ、今回の動画はですね、こちらのロードのワイヤレス GO2 と DJI のマイク、この2つを比較してみたいと思います。でもうすでに映像系の YouTuber さんとかがかなりたくさん比較動画を出されているのですが、なかなかサウンドのプロフェッショナルの視点での比較は少なかったかなと思いましたので、今回やってみました。でざっくりどういった機材なのかというのを解説しますと、このように受信機と送信機がワンセットになっておりまして、送信機自体がマイクになっています。そしてこれはワイヤレスで音声が転送されて、この受信機の方をこの今収録しているようなカメラに接続します。そうするともうワイヤレスマイクとして使用できるという非常に便利なものになっております。そしてこれらがさらに便利なのは、送信機が2つセットになっているので、例えば2人の人で対談を取りたいという時とか、そういった場合に非常に便利な機材となっております。では細かい仕様の違いとか、なぜ2つ比較することになったのかという点などについては後々解説するとして、まずは両者の取り音をチェックしてみましょう。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。はあ、はあはあはあ。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。はあ、はあはあはあ。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持って同じ角度で顔に向けています。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持って同じ角度で顔に向けています。はい、それでは取り込んだ音声を DAW ソフトのロジックに読み込んでみました。赤い方が DJI で収録した音声で、青い方がロードで収録した音声になります。そしてこちらの EQ でアナライザーを表示しながら音をチェックしていきたいと思います。で、ここに出るスペクトラムの赤い方が DJI、灰色の方がロードとなっております。それでは交互に切り替えながら聞いてみましょう。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。はあ、はあはあはあ。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持って同じ角度で顔に向けています。聞こえますか。ははははは。はい、いかがでしたでしょうか。ボリュームの方はロードの方がちょっとだけ小さかったので2デシベル足して同じ音量になるようにしましたが、AB チェックでこっちとこっち切り替えて聞いた感じ、そんなに違いは感じられないですよね。切り替えているのかなっていうぐらいの違いでした。そしてアナライザーをもう一回チェックしますが、この波形もほとんど同じで、若干赤い方 DJI の方がちょっとハイが出てるかな、拾えてるかなという感じでした。一つ注目したいのはこのローの部分ですね。 DJI の方はデフォルトでローカットというスイッチが入っておりましたので、それはあえてオンのままやってみました。でどのぐらいローが削れるのかなと思ったのですが、これを見てる限りは、ほとんどここら辺には影響せず、かなり下の方のフロアノイズをカットしてくれてるという感じですよね。ここら辺はロードの方は入ってしまってはいるんですが、いずれにしても後処理でカットする部分なので、ローカットのありなしによる影響はかなり少ないと言えます。では続いて、声を発していない時のノイズに関してはどうかというのを聞いてみましょう。こちらも DJI とロードを素早く切り替えて違いをチェックしていきます。はい、という感じで、いわゆるサーというノイズに関しては両方とも違いはほとんどないと言えますね。では最後についでに自分だったらどういう EQ 処理をこの音声に加えるのかなというのをやっていきます。まずは、ローカットスイッチが入ってても入ってなくても一応ローカットは入れるようにしてます。で100あたりを自分は基準にして、ちょっと多めに削りたいなと思ったらそれよか上の200とかまで。で下の方をもうちょっと太さ残したいなっていう時は下げてみたいな感じで考えているので、まずは100あたりに入れて聞いてみます。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。で続いては、ミドルあたりが気になることが多いので、そのポイントを探します。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。服につけると傾いたりしてしまうので、この辺りですね。この辺りがたくさん出てるとラジオみたいな音になってしまいます。はあ、はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。マイクのテストです、テストです。はあ、はあはあはあ。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持って同じ角度で顔に向けています。
この辺をカットするとだいぶスッキリしますね。その人の声の性質にもよるので、あくまで自分の声の場合という感じですね。で、続いてこちらに明瞭感を加えるときはこの辺り、数値はざっくりですが上の方を上げると明瞭感が足されます。ははは、聞こえますか聞こえますか。マイクのテストです。テストです。はははは。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持って同じ角度で顔に向けています。聞こえますか。ははははは。この幅だったり上げ具合はその時によって異なりますが、声の正確なワードを聞かせたい時は中ぐらいの部分3000、4000あたりを上げて、もっと空気感全体の明瞭感というのを上げたい場合はだいぶ上の8、9、10系あたりとかを上げたりしてます。今回は中間の6000ぐらいをなんとなく上げました。で、場合によっては、こういったシェルフタイプで上げてもいいと思います。ははは、聞こえますか聞こえますか。マイクのテストです。テストです。はははは。服につけると傾いたりしてしまうので、今は手で持ってさーっていう音も上がってしまうので、そのあたりは臨機応変に使い分ける感じです。はい、ではここからはテストがてらこの DJI のマイクで音声をお届けしたいと思います。で、今回自分の中ではもう結論出てまして、こちらのロードから DJI の方に乗り換えようと思ってこちらを購入して、せっかく両方ある状態なので比較してみようと動画を撮った次第です。で、まず乗り換えようと思ったきっかけの一つとして、僕これロードの方は実はシングルで買ってまして、シングルというのは送信機が1つ、それでダブルの時よかちょっと安いという、パッケージになっておりまして、当初はこうやって一人語りの収録でしか使わないかなと思ってたんですが、意外と大学の案件だったりとかでこう2人で喋ったりとかする収録がたまにあったりして、で、今年もそういう案件がありそうだったので、とりあえず送信機はダブルが欲しかったというところなんですが、そこでロードさんに問い合わせしまして、シングルで例えば送信機だけ買い足したりできるんですかというのを質問したんですが、公式の回答としてシングルはもうシングルとして売られているので後から追加とかはできませんという回答をいただきました。ですので、ダブルにするにはシングルを手放してダブルを購入するという必要があるということですね。で、購入してからだいぶ月日も経ってましたので、もう類似品とかもたくさん出てるのかなと検索した時に、DJI のこちらのマイクもヒットしたという感じですね。そして当然もっと安い他のメーカー、例えば2万円台とかっていうのもあったんですが、いろいろ調べてみた結果、この内部録音、この送信機側でバックアップの録音ですね、これができる機種っていうのが意外と少なくて、個人的にはやっぱその機能って非常に重要だなと思ってまして、過去に何回か一人で撮っているので、ちゃんと撮れてると思ってても後から確認したら音が撮れてなかったりだとか、何かノイズが乗っちゃってたりだとかっていうのが、過去に数回あったりして、本体で録音できていればこっちからデータを救出することができるんで、そういった機能が欲しいなと思っていました。で、結論としてこちらの DJI の方を選んだ理由としては、まずはこのボックスですね。ボックスに送信機も受信機も収納することが可能で、ここに USB の穴がついてまして充電することができます。で、ロードの方はこの本体それぞれに USB を挿して、こちらももちろん本体に挿すことができるんですが、こちらはケースなどなく本体に挿して充電するので、例えば送信機2つと受信機1つ3台を充電するには3本ケーブルが必要なわけですね。で、自分もスマホ用とかに USB Type-C がこうブラーンと常にしてたりするんですが、さすがに3本はないので、それを確保するのは結構大変だなと思ったのと、次にこの本体の大きさですね。これがやっぱりこちらの方が先発の商品なのでしょうがないのですが、結構大きいので、これを服につけるとこのようにパターンと寝てしまうことがあるんですね、服から重みで。で、そうするとここにマイクがついているので、これが下向いてしまうと声が遠くなってしまうと、そういうデメリットがあったのと、あともう一つは結構ロゴが目立つっていう点ですね。で、他の案件で割とちゃんとしたプロモーションみたいなレビュー動画を作ったことがあるのですが、その時にそのご依頼いただいているメーカー以外のメーカーロゴは極力映らないようにしてくださいというオーダーだったので、これとかは思いっきりロゴが映ってしまうという、もちろん隠せばいいんですけど、いずれにしてもこの四角いのがちょっと大きいのでちょっと目立つなと思ってました。あとは DJI の方が受信機のタッチパネルがついていたりとかして、操作がしやすいという、視認性も良いと。で、あと大きなメリットとしてバックアップとして送信機内部で録音したデータをパソコンに
転送するときに USB で接続するわけですが、ロードの方は専用のアプリを使ってそのファイルを抽出するという仕組みになっております。それに対して DJI の方は、普通の SD カードのような感じで中にファイルが格納されておりますので非常に分かりやすいです。で、ロード側が勝っているメリットとしては、一つは電池の持ち具合ですね。公式の表ではロードの方が連続使用時間7時間、DJI の方が 5.5 時間となっております。あともう一つはロードの方が市場に多く出回っているという印象がありますので、中古品とかを探しやすいかなとも思います。で、新品の価格としては両方とも同じぐらい、 DJI の方がちょっと高かったかなぐらいの違いになっています。あと両機種に共通して搭載されている機能として、受信機の方を USB でパソコンに接続するとオーディオインターフェースとして使えます。個人的にはこの機能が非常に重要でして、 DAW ソフト、音楽制作ソフトを使って声を収録することもできますし、 OBS を使って画面収録をしたりとか生配信をしたりとかするときにワイヤレスマイクとして使うこともできます。これは両方できる機能です。はい、いかがでしたでしょうか。個人的なバイアスを抜きにしても後発の DJI の方がいろいろ優れてるポイントが多かったんじゃないかなと思います。音質に関しては好みの部分とかもあると思いますので、是非とも皆さんの感想などコメントにいただけましたら幸いです。それではこちらのチャンネルでは音楽の作り方だったり、こういった機材の比較やレビューなどを発信しておりますので、もしよければチャンネル登録や高評価などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。